Hi guys, it's Asako. I'm stamp artist in Japan. オーストラリアの皆さん、こんにちは。消しゴムはんこアチャはんこ笠井麻子です。今回は The Japan Foundation Sydney のイベント Make Like Japan Inspired Craft at Home ということで、特別な材料は使用せず、お家で楽しめるクラフトを紹介したいと思います。まず1つ目は消しゴムはんこ、そして2つ目は日本の伝統文化である折り紙を紹介したいと思います。でここで消しゴムはんこをちょっとだけ紹介させていただきたいんですが、消しゴムはんこ、その名の通り消しゴムを彫って作るスタンプのことなんですが、実は日本では小学校とか中学校の義務教育の中で彫刻という授業があるので、みんな一度はゴム板を彫ったりとか木の板を彫ったりっていうことをしたことがあるんですけど、もしかしたら海外の方の中には彫刻刀自体も見たことがなかったりとか、あとは彫るという作業自体があんまり身近じゃない方も多いかもしれないですね。しかも消しゴムを消す以外に使うっていうことも結構驚かれる方も多いかもしれないです。でも消しゴムはんこを作るのすごく簡単ですし、すごく楽しいので、今回やり方を覚えてぜひたくさん作ってみてください。それでは作り方を説明します。Have fun! Today's menu! イエイ！今日の内容です。まず1つ目は花火のはんこを作ります。この涙のようなパーツを作ってたくさん押すことで素敵な花火ができます。2つ目はスイカのはんこです。スイカ丸ごとのはんこや切ったスイカのはんこを作った後、インクの押し方によって半分食べちゃった感じ、そして食べ終わった皮も表現していきましょう。3つ目は作ったはんこを紙に押してオリジナルの折り紙を作って、その折り紙で封筒を作っていきます。見本はこちらです。じゃじゃーん、かわいいでしょう。こんな感じで自分の封筒が作れるなんてすごい楽しいですよね。でこれは小さいサイズなんですが、もう少し大きな紙を使って封筒を作ることができます。花火のデザインだったら大きい方がもしかしたらいいかもしれないですね。花火、スイカ、最後に封筒を作る、そこまでを皆さんにお教えしたいと思います。お楽しみに。それでは道具と材料を説明していきます。まずは大事な消しゴムです。これ私100円均一で買ってきましたが、皆さんもそういった普通の消しゴムで大丈夫です。もしかしたら机の中とか筆箱に眠っているかもしれませんね。それもちょっと探してみてください。今日はそれを使っていきましょう。そしてカッター、これもよく切れるものがいいと思います。次にボールペンです。油性のボールペンがいいです。あとは机が傷つかないようにカッターマット、もしなければ雑誌とか本でも大丈夫です。あとは無地の紙、大事なインクです。私はバーサクラフトとバーサマジックという種類を使っています。これは布とか紙とか木に使える万能なもの。これは紙専用のものになって発色がとってもいいです。同じものを揃える必要は全くないので、自分の家にあるものもしくは手に入るもので大丈夫です。あとはそのインクを拭くためのウェットティッシュ、これを使っていきましょう。まず1つ目の花火の作り方を説明します。先ほどのこの消しゴムをスリーブを取って、ボールペンで雫を2つ描きます。1つは大きいの、1つは小さいのです。そしたらこの大きなカッターでちょっと長めに出しましょう。野菜を切るようにこんな風に切り出します。そして大きいはんこから作っていきますね。この線の通りに少しずつこう切っていきます。ちなみに日本の花火って見たことあります？皆さん。すっごい綺麗なんです。ただねボンボン上がっているだけではなくって、すごく計算されているし、
それ自体がもう芸術のようになっているんですね。ぜひ日本に来た時、特に夏に来ていただいて本物の花火を見てくださいね。でこんな風に1つ目が完成しました。2つ目のハンコもいきましょう。同じようにこの線に沿って少しずつ切っていきます。ちなみに私たちは夏に浴衣を着て花火大会に行くのが主流というか、みんながよくやりたいことなんですけど、私もこう花火を見るために浴衣を着てデートなんてしちゃってすごくねいいんですよ。風情があります。では2つ目完成。では試し押しをしていきたいんですけど、その前にこの表面にこんな風にボールペンの線がまだついていると思うんです。でそのままだとこの紙についてしまうので、いらない紙に先に取っちゃおうと思います。何回か押してだんだんボールペンの線が消えていくのがわかると思います。これも同じです。だんだん消えてきましたね。これで準備万端です。そしてこの表面についたインクはウェットティッシュを使ってやっていきたいので、ウェットティッシュできれいに拭きます。手についたインクもねはい、じゃあ本番です。新しい紙にこのハンコとこのインクを使いましょうか。最初はこの小さいハンコで真ん中を押していきます。こんな風に紙を回していくととても簡単に丸く押すことができますよ。こういう感じで、またウェットティッシュで拭きます。そして私材料の時に言うの忘れてしまったんですけど、この綿棒 Q チップス、これがあるととっても便利なので最初に言えばよかったんですけどちょっとこれをご用意ください。ごめんなさいね。これ使っていきます。何に使うかというと、かわいいドットができますよ。トントントンと直接押してもらえればドットができます。そして濃いピンクでこんな風に押そうかな。そしてこの押し方は全然決まりがないので、自分の好きなように押してみてください。たくさん周りにこんな風にこう円形に押すだけで花火ができます。あとは素敵。綺麗、すごく綺麗です。じゃあもう一バージョンいきましょうか。今度は青にします。真ん中を水色にして、小さいのでもう一周。素敵。でここで黄色で綺麗ですね。でもしこういう風にこうインクが
ついちゃった時多分私の手にもついてると思うのでこれもウェットティッシュできれいに取りながら、そしてもしできればこのただの消しゴム、普通の消しゴムでハンコ用でもない、ハンコ用に用意してもらったのでもいいので消すと結構綺麗にいくと思います。綺麗です。次はスイカのハンコを作っていきます。この消しゴムに大きな丸を描きます。まん丸、こういう感じ。あともう一つは切ったスイカなのでこんな形です。皮と実の間、皮と赤いところの間に線も入れておきましょう。これで準備万端。ではカッターで切っていきます。ちょっと長めに出してここを8切ります。じゃあ丸から切りますね。こんな風にザクザクと切りましょう。日本ではね、スイカに塩をかけて食べたりすると甘くなるって言われるんだけど、オーストラリアの皆さんはそんな風に食べたりしますか？もし食べたことがなかったらぜひ一度試してみてくださいね。スイカに塩をかけます。はい、これでまん丸ができました。もう一つが今度はスイカの切ったような形。これもまっすぐ入れて、カーブの部分はやはり少しずつ線に沿って切っていきましょう。はい、 OK。 こんな感じです。そこで次にやることが少し難しいので、こういうカスを使って練習してみます。このカスに1本線を、2本か線を入れてみてください。そしてカッターを少し短め、このぐらいかな、このぐらいにして鉛筆のように持ちましょう。そしてここに線を入れる練習をしていきたいので、そこをちょっとやりますので見てくださいね。この鉛筆の線のギリギリ外側、ここに刃をちょっとだけ入れて、そしてこのままゆっくり下ろしていきます。手切らないように気をつけてください。でこれを反対にして、また同じように今切った線を挟むようにしてまっすぐ下ろしていきます。深さはすごく浅くていいですよ。そうするとこれがペロンとめくれて、中に V の溝ができるのが分かりますか？これで白い線ができます。じゃあもう一回やってみます。こっちです。同じように鉛筆の持ち方にして、ここからまっすぐ入れます。そして反対も同じ、挟むようにして取ります。で今私少し太く彫ってしまいました。これは挟む時に線よりもちょっと遠くのところに刃を入れてしまうとこんな風に太くなってしまいます。なので今回はこういう細い線を作りたいので、鉛筆ギリギリのところをカッターで通るように注意してみてくださいね。じゃあ本番のスイカの線のギリギリのところにまず刃を当てて、このままゆっくり回します。でこの時私皆さんが見やすいように手で持ってますが、本当は置いた方がやりやすいです。なのでここからは置いてみます。置いてカッターを固定して、消しゴムをゆっくり時計回しに回していきます。
はい、次反対です。今度は上からまた鉛筆を挟むように鉛筆ギリギリのところにカッターを入れて消しゴムを回します。今度は反時計回りです。さっきは時計回りだったんですが、今回は反時計回り。ゆっくりゆっくり線を挟むようにしてカッターは固定しましょう。で、最後切りにくかったらこんな風にカッターを少し動かして外に出していいです。さあ、皆さんのこの白い線はどのぐらいの細さになりましたか？結構太くなっちゃったんかなもし太くなっちゃったらそれは OK、 それでよしです。細いのがベストですが、もし太くなっちゃっても大丈夫です。あんまり気にしないでいいです。これで完成です。では先ほどと同じようにいらない紙でこのボールペンの線を消していきます。この消すときは何色でもいいです。ボールペンの線が紙についてないか確認しましょう。そこまで押していきます。もう大丈夫そうですね。じゃあこれはまたウェットティッシュで拭いて、では今度こっち。はい、じゃあ出来上がり。またウェットティッシュでインクを拭きましょう。これで OK です。ではスイカといえば赤と皮の緑、たまに黄色いスイカもあるので黄色も用意しておきますね。じゃあさっきの花火の紙の続きに押していきます。まずはスイカ丸ごと、これだけではスイカの皮ってわからないので、ここにペンで模様を入れていきます。ギザギザ。スイカっぽくなってきましたね。かわいい。あとは実です。実の上の部分にまずポン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 と上から押していきます。で、この時にもし皮の方に赤がついてしまってもあまり今は気にしなくて結構です。そして綺麗な綿棒でこの出てしまったところを取ります。で、私はいつもこの時点で直接インクをつけてしまうんですが、こんな風にもし実の方に行ってしまうのが怖かったらまた綿棒を使ってこんな風に色をつけてもらうと安心だと思います。じゃん、かわいい。ここに種も書き足しましょう。ではここからちょっとスタンプで遊んでみますね。まず一番最初は一緒。赤を使ってそして皮にもつけていきます。皆さんは綿棒を使っても大丈夫です。で、ここで登場するのがまた新しいウェットティッシュです。この上の部分を少し拭いてしまいます。何ができるんでしょうかね。で、新しいところで少し拭きます。さっきの綿棒の赤を取ったところ、もしくは綺麗な綿棒でもいいので、それでギザギザをちょっとだけ表現しましょう。何ができるのかな。じゃん。この少し食べた感じになるんです。可愛いでしょう。さらにやるとこの皮だけにインクをつけます。そして押すと最後食べ終わった皮になります楽しい。誰が食べたんでしょうか。こんな風にただの一つのハンコでもインクをつけるところ変えるだけですごく楽しめます。ついでに黄色のスイカも作りましょうか。皆さんの国にも黄色のスイカはありますかね。ここでも種を描いていきます。夏ですね。すごく夏完璧です。日本の夏といえば花火とスイカ、完璧なハンコができました。
それでは3つ目に折り紙の作り方をお教えします。では用意するのがこの日本では A4 サイズと呼ばれてコピー用紙に使われる標準的なサイズなんですが、もしかすると外国ではレターサイズと呼ばれるかもしれないです。それを今回は半分に折って少し小さいサイズの封筒を作ります。こんな風に切りましょう。そして正方形を作るためにこんな風に折って軽く折り目をつけておきます。そしてここで切りたいんです。ここでハサミでこうすると正方形になります。じゃあ作ったハンコでオリジナルの折り紙をまず作りたいんですが、私は今日はスイカのハンコを使ってスイカの折り紙を作っていきます。ポンポンしますよ。こういうのはあんまり考えずに適当に押すのが一番いいです。ちょっと失敗しちゃった。もういいか。もう一回押そう。こんな感じで出来上がりました。周りはもし必要であれば後でまた足したいと思うので、とりあえず真ん中の方にたくさん押しておいてください。ではこれを裏返して縦半分、そして横半分にも折ります。でここの長さの3分の1のところ、だいたいこのぐらいですね。このぐらいに折ります。ここが3分の1になるぐらい。そしてここの角を折り込みます。そしたらここの線に合わせて真ん中に向かって折ります。こっち側も一緒です。そしたらこの上を真ん中に合わせて、ここの角ですね、角を真ん中に合わせて折って、ここも真ん中に合わせて折ります。でこの時しっかりと折り目をつけておきましょう。で最後この上のところを下に持ってきて、ここに入るのでね、ここに入れます。じゃーん、完成です。イエーイ、かわいい。で裏面のもしここにまだ押したかったら押してもいいし、ここに from あさことか Hello とか書いていただいてもいいと思います。で出来上がりかわいいですね。簡単。そして見本にもあったようにこんな風に和紙テープでデコレーションしてもかわいいですね。あとは少し大きめの紙を使って花火をたくさん押して素敵な封筒を作ってもいいと思います。ボーナスコンテンツ
今日のメニューにはなかったんですが、今日作ったハンコを使ってさらに応用で作品を作ってみたいと思います。何ができるかはお楽しみに。まず使うのはこの丸のハンコ、そして一番最初に作った雫のハンコです。この丸のハンコは茶色で押していきます。そして雫のハンコはこの黄色で押しますよ。この雫の丸い方を内側にしてたくさん押していきます。これで何ができるかわかりますか？そうです。サンフラワーです。日本語ではひまわりですね。どうですか？とっても素敵でしょう？今日作ったハンコだけでこんなのが作れます。で、ここの真ん中にこんな風に線を入れるとひまわりになります。素敵。いかがでしたでしょうか？消しゴムはんこ作り楽しんでいただけましたか？消しゴムはんこを作ってみたいっていう気持ちが湧いてきてくださると嬉しいです。たくさんの消しゴムはんこを作って楽しんでみてくださいね。それではまた会いましょう。See you in Japan! バイバイ。